皆さんこんばんは、高校生です。今日もご視聴くださりありがとうございます。学校の帰りに買い物をして帰ってきました。週末に食べるものを買ってきました。明日お弁当を作るのでパックも買いました。久しぶりにお花も買いました。今からはちょっと勉強して休憩したら晩ご飯を作って食べたいと思います。みんなもうテスト終わったかな？私はこの間終わったんですけど、結構出来が悪くてできなかったところを復習しました。小腹が空いていたので晩ご飯の前にちょっとお菓子を食べたいと思います。この間高島屋のアムールで買ってきたオードリーのお菓子の詰め合わせ。とにかく見た目が可愛くて食べるのがもったいないんですけど、もう我慢できないので食べちゃいます。可愛いですよね、すごい。モンシェールのマカロンも食べます。見た目がこれもすごく可愛くって食べるのがもったいないです。でも食べました。ちょっとあまりにもお腹が空いていて晩ご飯ができるまで我慢ができなそうだったので、ちょっとラーメンを食べちゃいたいと思います。もうなんか炭酸がすごい飲みたくって炭酸まで買っちゃいました。たまに飲みたくなりますよね。カップ麺と炭酸っていう最高な組み合わせ。最近ハマっているキティちゃんのお箸。さあ、重い腰を上げて晩ご飯の準備をしたいと思います。今日のメニューは、唐揚げとポテトサラダです。唐揚げは鶏のもも肉か胸肉を使うんですけど、今日はもも肉を使います。皮は剥がして食べる派です。そう、明日先輩と久しぶりに一緒に遊ぶ予定なんですけど、お弁当を作る約束をしているので、お弁当にも今作っている唐揚げを入れようと思います。この何週間かずっと一緒に遊べなくって、先輩も私もバイトがあるし、で先輩は社交に行ったりとか、私も YouTube をやらなきゃいけなかったりで、テストもあったのでちょっとなかなか会えなかったというか遊べなかったんですけど、明日は久々に一緒に遊べるのですごい楽しみです。今作ってるこのポテトサラダとあと唐揚げの組み合わせがすごく好きなんですけど、ちょっとどっちもカロリーが高いし、さっきラーメンも食べちゃったし、明日デートなのにデートの前の日に食べる食べ物じゃないのかなと思ったんですけど、やっぱ好きなもの食べたいじゃないですか。
あんまそういうの気にしないで、もう好きなものを食べようって思って食べます。こうやってお芋にマヨネーズをかける瞬間、あと混ぜる時がすごく気持ちがいいです。きゅうりは本当は切った後に塩水かなんかで揉んで水分を取ってから混ぜた方がいいみたいなんですけど、いつもめんどくさくてそのまま入れちゃいます。大好きなキバルンさんの YouTube を見ながらまたおやつを食べたいと思います。ちょっと食べ過ぎですよね。でも学校終わりでこうやってのんびりゆっくり食べるお菓子が一番美味しいなって思います。唐揚げで使うレモンがちょっと余りそうなので、蜂蜜レモン水を作っておこうと思います。沸騰したお湯にレモンとあと蜂蜜を適量垂らして冷やして飲むとすごく美味しいので、たまに作って飲んでいます。さあ、先に盛り付けの準備をしておいてから唐揚げを揚げたいと思います。すごい盛り方が雑で、自分でこうやって動画見返してて気づいたんですけど、ほんとなんか行動がガサツなんですよね。すごいすいません、なんか見てる方が不快になるかもしれないんですけど、気をつけます。いよいよ唐揚げを揚げていきます。制服はさすがに脱いできました。この間アウトレットで買ってきた揚げ物用のお鍋を初めて使います。電気ポットとしても使えるんですけど、こうやって直火にもかけられるとのことで、2通りの使い方ができるので、これを買いました。明日のお弁当に入れるために唐揚げはちょっと小さめに作ったんですけど、にしても小さすぎたかなっていう。すごいガサツですね、本当に。さあ、完成しました。母の分も作っておきました。ご飯が炊きたての時は納豆を必ず食べるようにしています。唐揚げも美味しくできました。私の大好きなテイラーが東京に来てくれて嬉しかったんですけど、私は行けませんでした。使った油はすぐに固めます。お風呂に行ってきます。お風呂から出たら油は固まっていました。さっき作っておいたレモン水を飲みます。まだやっぱりちょっとぬるかったので氷を入れました。リビング用と自分の部屋用にお花も生けました。香りがすごく良くて、本当に芳香剤みたいなフローラルの香りが
部屋中に広がりました。わー、めちゃくちゃ可愛い。部屋の雰囲気ともぴったり合いました。このお花選んでよかったです。さあ、ドライヤーで髪を乾かした後にストレートアイロンを当てて髪をまっすぐにしました。明日はデートなので今日はパックをしたいと思います。このバッグは初めて使うんですけど、パックのおすすめがあればまたぜひ教えてください。何がいいかとか全然知らないので、ぜひ教えていただけると嬉しいです。オードリーのロンシャンティーが入っていた箱が可愛くて捨てるのがもったいないので、こうやって切り取って飾ろうと思います。コットンを入れるケースがなかったので、これは100円ショップセリアで買ってきました。ちょっとたくさん入れすぎてぎゅうぎゅうなんですけど、もう無理やり閉めちゃえと思って閉めました。ここにはこれから YouTube で撮りたい動画とか、いろんなことが計画してあって、内容はちょっと秘密なんですけど、いつもこんな風に手帳に書き出してまとめて、で、後でこの間紹介したマインドマップに整頓するというようなことをして、いつも頭の中をなるべく整理するように心がけています。明日のデート用に服を1着買いました。ザラのセールで買ったものなんですけど、ちょっと大人っぽくて可愛いかなと思います。おはようございます。起きました。今からお弁当を作ろうと思います。その前に昨日のレモン水で水分を補給します。最近この透明のお鍋を母が買ってきてくれたんですけど、すごく気に入っていてよく使っています。で、中が見えるのがすごい楽しいですよね。あ、こうなってんだっていう、すごい綺麗。バターを溶かしてパンに塗ります。作っているのはサンドイッチです。サンドイッチと唐揚げと、あと、ウインナーとかそんなようなものを詰めたいと思います。パンにバターをたっぷり塗って、マヨネーズもたっぷり塗ります。たっぷり塗ってある方が美味しいですよね。そういえばスライスチーズを買ってくるのを忘れてしまって、ちょっと物足りない感じになっちゃったんですけど、本当はレタスとかもあった方が良かったのかなって、ちょっと寂しくないですか、これ。まあ、しょうがないですね。なので、ハムキュウリサンドと卵サンドを合体させたサンドイッチを作ることにしました。こうやって白身を細かく刻んでおくと、滑らかな卵なんて言うんですかね。卵サンドの中身ができます。ここにもマヨネーズをたっぷり加えます。マヨネーズばっかり食べちゃって、ちょっと罪悪感なんですけど。よーく混ぜます。サンドイッチになんでバター塗るのかなって思ってたんですけど、野菜の水分が染みないようにバターで油分でブロックしているそうです。卵もたっぷり塗っていきます。
はい、作り終わったらラップでギュンギュンに糸を止めて、しばらく冷蔵庫で寝かせてから切ると断面が綺麗になるので、サンドイッチを寝かしている間、お化粧をしてこようと思います。こうやって重りを乗せておくとより密着します。さあ、それではメイクしていきたいと思います。音楽はテイラーをチョイスしました。この MAC のアイシャドウのベースがすごくいいので紹介したいんですけど、3000円ぐらいだと思うんですけど、コスパが良すぎるんですよ。まずで、アイシャドウを塗る前にこうやって塗っておくとまぶたが白く明るくなるんですよね。で、アイシャドウとの密着度がすごく良くなって、長時間つけててもこう汚くよれたりとかするのを防いでくれるので、あとラメの入ったアイシャドウとかもラメ飛びを防いでくれたりとかするので、すごくおすすめです。これは以前の動画でも紹介したクリスマスに私が自分にプレゼントした MAC のチークなんですけど、ほんのり血色が良くなる程度のさりげない発色でツヤツヤキラキラして見えて、お肌が綺麗に見えます。で、いつも使っているグッチのリップを塗りました。はい、一通り簡単にメイクを終わらせたので、お弁当作りの続きをします。ウインナーを焼いておきます。サンドイッチうまくできたかな？断面きれいにできてよかったです。はい、お弁当に入れるものが揃ったので詰めていこうと思います。この詰める作業が結構苦手で、彩りとか並べ方とかのセンスがすごく問われるじゃないですか。で、私はセンスがあんまりないので、どうやったら綺麗に見えるかなって考えながらいつも入れるんですけど、なかなか難しいですよね。パックがちょっと大きすぎて最後入れるおかずがなくなっちゃって、オレンジとみかんを召喚しました。ちょっと色合いが茶色が多すぎたかなって思うんですけど、でもなかなかいい感じにできたと思います。先輩が喜んでくれると嬉しいな。それでは着替えして母がくれたネックレスをつけて行ってきます。おはようございます。次の日の朝です。今日はバイトがあるのでご飯を食べてちょっとゆっくりしたらバイト夕方まで頑張ってこようと思います。前々回の動画で買ってきた無印良品の白ごま担々ソースをうどんにかけて食べます。初めて食べるんですけど美味しいかな。ダニエルちゃんの Vlog を見ながら食べます。顔が綺麗な人を見ながらご飯を食べるとご飯が美味しく感じませんか？白ごま担々ソースすごく濃厚ですごく美味しかったです。ただちょっと量が余っちゃったんで、この中にご飯入れたらめっちゃ美味しいだろうなと思ったんですけど我慢しました。今日一日バイトを頑張るためのモチベとしていちごのフルーツサンドを作ってから行こうと思います。冷やして寝かしておいて帰ってきたらパカッと綺麗にカットして食べる予定です。昨日の先輩とのデートですっごい恥ずかしいことやらかしてしまったんですけど、みんな話聞いてく？キバルンの動画見すぎてキバルンが出ちゃいました。先輩とベンチに座って一緒にお話をしていたんですよ。で、先輩って多分皆さんのイメージではクールっぽいイメージなのかな、もしかしてなんですけど、いや全然そんなことなくって、ここだけの話めっちゃ面白い人なんですよ。本当に面白いことばっかり言ってくる人なんです。で、その先輩のギャグセンスみたいなのが私すごいハマってて大好きで、またすごい面白い話されたんですよ。で、もう面白すぎて、もう笑っちゃって、もう息止まるぐらい笑っちゃってたら、後ろに、背もたれないベンチだったんですけど、あると思い込んで、後ろ行ったら、そのままこけたんです。やっば。っていう話です。もうね、ほんと恥ずかしいというか面白すぎて、二
2人してもう息が止まるぐらい笑っちゃって、それでなんか先輩と付き合う前、自分が想像してた先輩との関係性とだいぶかけ離れてきたなっていう感じはありますね。私がお菓子作りで使うものがちょっと増えすぎて、母にあんた一回整理しないと捨てるわよって言われて、今焦って整理してるとこなんですけど、この収納ケースはセリアで1個100円で買ってきたものです。で、母がちょっと食器棚置くスペースを工夫してこうやって作ってくれて、家具移動させといてくれたんですよ。だからそこのスペースを有効活用してこんな風に片付けをしました。このチェストは本当は洋服をしまったりするためのものなんですけど、IKEA のヘムネスっていうシリーズのものです。この間アウトレットで買ってきたホットプレートとお鍋もここに収納しました。無印に行ったら新しく桜グリーンティーというのがあって即買いしました。飲んでみたら桜餅みたいな味がして春を感じるお茶だなと思いました。これももう10年以上家にあるものでちょっとボロボロなんですけどまだ使えるので大事に使います。バイトに行ったはずが急にこね始めましたね。ちゃんとバイト行きました。で、バイトが終わって今晩ご飯の準備をしているところなんですけど、今日は夜母がちょっといないので一人でホットプレート使ってちょっとパーティーしようと思ってます。この間のキッシュ作りで残ったパイ生地があったのでバイトに行く前に解凍しておきました。パイ生地をこんな風に一口サイズに小さくカットしていきます。さあ何ができるでしょうか。はい、たこ焼き器を使って一口パイをたくさん作ろうと思います。このアイデアはインスタで見かけたものなんで、私がオリジナルで編み出したものじゃないんですけど、美味しそうだなと思って今日は挑戦してみます。具材もたくさん、ウインナーとかこの間作ったポテサラとかトウモロコシとかウインナーを用意しました。で、先にパイ生地を並べておきます。一人だからちょっと忙しいですね。先に並べたのが先に焼けちゃうので超特急で急いで並べました。このジューっていう音がいいですよね。すごくこうやってちょっとくぼみをつけて具材が入りやすくなるようにしました。で、もうちょっと焼けちゃってるんですけど、ポテトサラダを入れてトマトを並べてウインナーを並べてコーンも並べました。本当はこのコーンの上にマヨネーズを置いた方が良かったんですけど、ちょっとすっかり忘れてました。変わり種であんバターを作ろうと思って、これもこの間自作して冷凍しといたあんこなんですけど、あんことバターを贅沢にたっぷり投入しました。すごい美味しそうじゃないですか。はい、であとはチョコレートを入れて無印のくまさんビスケットでデコレーションして可愛くしました。はい、完成しました。あとは焼けるのを待つだけです。そうそう、上からチーズもかけました。これあんバターの上にチーズかけようかなって迷ったんですけど、ちょっとやりすぎかなと思ってやめときました。はい、5分ぐらい焼いたので蓋を開けてみます。どうでしょうか、このビジュアル最高です。まずウインナーから食べてみます。いただきます。なんかすごいおしゃれなパン屋さんのパンの味がするというか、生地がパイなのでサクサクしてすごく美味しい、なんか特別な味がするというか、ただものじゃない味がしました。おしゃれなパン屋の美味しいパンみたいな、そんな感じです。トマトは一回冷ましてからじゃないとめっちゃ熱いので、皆さん気をつけてくださいね。5分ぐらいは冷ましましょう。コーンもね、これ食べる時にマヨネーズ入れ忘れたと思って、そう、マヨネーズが入ってたらどんなに美味しかったことかって思うんですけど、でもマヨネーズなくてもチーズがかかっているのでちゃんと美味しかったです。もうあんこは本当に最高でした。あんこの入ったデニッシュみたいな感じで、あったかいからなおのこと美味しい。友達同士でパーティーする時なんかにすごいいいんじゃないかなって思いました。ぜひ試してみてください。一人で食べてたらおもちくんが足元にやってきました。
あ、なんか変な伸び方した。おちゃんのセクシーポーズ。みーちゃんも、私もいるよーって。かわいい。お前また食べるんかって感じなんですけど、フルーツサンドを楽しみにしていたので切ってみましょう。じゃーん。すごい美味しそうにできました。ちょっと絵的に2つ並べてるんですけど、さすがに2つは私は食べないのでご安心ください。1個は母にあげました。温かいカフェオレに泡立てたミルクをトッピングします。ふわふわしてすごく美味しいので最近泡立てるのにハマっています。なかなかこれがうまく上手に切ることができなくて自主規制しました。パンの耳が好きなのでいつもサンドイッチ作る時もそうなんですけど、パンの耳つけたままにしちゃうんですけど、ちょっと変かな。テスト終わりでちょっと食べ過ぎた週末だったかなって感じなんですけど、今週もご視聴くださりありがとうございました。